物を捨てることは、新しい自分になることだと思う。それも、とても簡単に新しい自分になれる方法。だって捨てるだけだからね。うん。やっぱり、持ち物に自分のアイデンティティが紐づいてるっていう風に考えるんですよね。自分もそうでした。ずっとやっぱり CD とか本とかカメラとか、これを使ってる自分が自分だみたいな。自分はこれを使わなければならないとか。まあ今でも結構あるけど、時丸田中といえばみたいな。だから、そういうものを手放すことで、自分が自分じゃなくなるんですよね。簡単に。物を買うときっていうのは、やっぱり人それぞれ、いろんな方法で買っていて、それは、自分が本当に使いたいから、必要だから買う場合もあれば、なんか誰かにそれを見せつけたいから、顕示欲みたいなもので買う場合もあれば。だから結構、特に服とかは、やっぱりその自分自身のアイデンティティに、ものすごく物自体が紐づいているんじゃないかなってことをいつも考えてます。うん。で、よくね、僕最近言われるのが、特に知り合い、僕のことをリアルで知ってるような人たちに、時丸さんYouTube の喋りは、本気なんですかとか、あれってどこまでが本音なんですかとか、そういうことを結構言われるようになってきていて、それはあまりにも自分が動画の中でふざけすぎているから、そしてこういうふうに真面目な顔をして結構冗談を言ってるから、それにね、もう境目がわからなくなってきてるんですよね、多分。で、僕自身は、すべての自分は自分だと思ってるんですよ。もちろん、いろんな役を演じてるってことはある。で、自分がやりたい役とか、自分がやってみたいこと、みたいなものを、かなり演じてる部分はあるんですけど、それも自分自身の一部だっていうことです。で、これは、多分、僕だけじゃなくて、多くの人がそうなんじゃないかなって思うんですよね。この社会の中で、その時々で、自分のその振る舞いとか、言葉とか、行為とか、そういうものを微妙に演じながら、変えながら生きていると思うんですよ。なんか例えば家族持ってて、ね、会社、日中は会社で働いてますとか。で、日中はその関わる人たちが基本的にその会社の人たち。あるいは仕事関係の人たち。そこで見せている自分と家に帰ってきて家族に見せてる自分。結構違うんじゃないかなって思うんですよね。で、さらに、例えば趣味でゴルフをやっているとしたら、そのゴルフ仲間、一緒にゴルフに行くときにプレイするようなゴルフ仲間に見せてる顔っていうのは、職場とも家庭とも違う顔かもしれない。で、ものすごく違う振る舞いとか、言葉遣いになってたりとか、するかもしれない。なんかそういうふうに、やっぱり多面的であって、
自分っていうものがどんどんわからなくなっていく。で、そういうものが増えて、演じるのが辛いっていう感じになると、結構生きるのが苦しくなってくる。でも、別に演じてなくて、いつも自然体で、その自分の素を出せている状態であれば、生きるのはものすごく楽になってくる。結局、正当的な社会っていうのが、いわゆるレールの上に沿って歩くような人生。で、正しい社会。で、どの社会に生まれても、やっぱり、その社会が強制するような圧力っていうものがあると思っていて、その正当的な社会っていう圧力をずっと子供の頃から受け続けているんですよね。だからこういう場所ではこういう振る舞いをしなければならないとか、こういう人にはちゃんとこうしなさいとか、目上の人にはちゃんと敬語使いなさいとか、例えば。そういうことを昔から多分ずっと言われてきて、育ってると思うんですよね。で、僕は日本で生まれたわけですけど、やっぱりそこで無意識のうちにかかってくるような圧力みたいなもの、それによって自分が変えられているっていう部分はあるし、だからそういう時に余計に海外に行った時に、それに気づくことがやっぱり大きかったですね。だから旅行とか旅に出たりすると、自分が普段いる環境から一歩外に出てみると、なんかものすごく自由さを感じる。それは多分自分をまた別の役割として、自分がまた別の役を演じられるっていう、そういう解放感から来てるんじゃないかなって、そう思いますね。だから最初の話に戻すと、やっぱ自然体である方が生きるのは楽になる。じゃあどういうふうに自分をニュートラルに、自然体の状態に持っていくかっていうと、それはやっぱり今まで自分が築き上げてきたものとか、自分が今まで身につけてきたものとか、それによってなっている自分っていうものを崩すことなんですよ。そういう自分のアイデンティティと紐づいているものを手放すことによって、新しい自分がまた生まれてくるっていう感じです。今ちゃんと自分自身が自分を演じている、あるいは何も演じれていなくても自然体でいるみたいなことを、なんとなく自覚していて、で、それがうまくいってるのであれば、何も捨てる必要はないかなと思ってます。その役割という側面においては。いろいろそのストレスを減らしたいとか、もう本当に物の数量を減らしたいっていう目的であれば、それは全然減らしていいんですけど、その自分が今までの築き上げてきたものに縛られていて、でもそれが、その自分が好きだっていうか、そういう状態であれば別に何も手放す必要はないと思います。でも少しでも何か演じなければならないような状況にある人とか、なんか生きていて苦しいなって、これ自分じゃないんじゃないかなとか、そういうふうに思ってる人がもしいたら、これまで自分が持っていたものを少しでも手放してみると、新しい自分になって、そこからうまい歯車がね、回ってくることもあります。迷宮入りするっていうことももちろんそれであるんだけど、今までも培ってきたものを捨てることによって、
逆にね、逆にマイナス反応が出てしまう場合もあります、それは。それによってまた苦しむっていうことになると、結構本末転倒にはなるんだけど、その見極めは結構難しい。捨ててみなければわからないっていうところがある。でももし、そういうふうに、本当の自分はどこだっていうふうに迷ったら、一度今までの自分が買ってきたものとか、好きだったものとか、何も考えずに無意識にやってしまうこととか、そういうことをもう一度思い出して、で、時にはそれを思い切って手放してみる。そして、新しい自分っていうものに、明日からね、なってみるといいんじゃないかなって。今日はそんなことを考えました。おやすみなさい。